どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は M2MacBook Air をですね、快適に使うためのアクセサリー類、だいたい10選ということでお送りしたいかなと思いますね。僕もですね、M2 の MacBook Air ですね、もう毎日のようにね、使ってまして、前回のね、動画でですね、結構しっかりレビューもしたので、そちらもご覧いただきたいんですけども、これ結構ね、力入れて作りました。はい。ちょっと長めではあるんですけどね、自分のその好きなとこだけね、スキップしてみてもらえばと思うんですけど、この非常にね、ミニマルなデザインっていうのもめちゃめちゃやっぱいいですし、そのやっぱり薄さと軽さっていうのが、とやっぱ性能面のそのバランスっていうところをですね、持ち運びがすごいやっぱいいので、やっぱ外でね、作業する時とかも使いやすいんですけども、そこで、さらにじゃあその MacBook Air ですね、特に便利にするですね、一緒にその揃えたいアクセサリー類、それをご紹介しようかなと思うんですけども、前の一応カフェのね、作業編に、ちょっと似てはいるんですけど、前の動画をね、外で作業ね、するための参考にしたいよって方はぜひね、こっちをご覧いただければなと。結構ね、やっぱ聞かれることも多いので、概要欄とかに全部リンクとかでまとめておりますので、気に入ったものだけね、見てもらえばなと思います。まず行きたいところなんですけど、その前にぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押して、グッドボタンがいいかまだ。チャンネル登録と横の通知ベルを押していただいて、これからもいろんなレビュー動画を出していこうと思いますので、ぜひお願いいたします。ということで、まず一つ目なんですけども、これはもう鉄板のモフトですね。のパソコンスタンド。これはもうね、毎回結構もう紹介してるようなものにはなるんですけども、まずやっぱね、もうスタンドになるっていうところですよ。はい。今ね、ちょうどここにね、あるんですけど、で、下のこのスペースがね、やっぱり開くので、熱がやっぱりね、たまらないっていうところ、熱がこう下に滞留しないので、そういった発熱の面でも良かったりしますし、シンプルにやっぱ薄くて、軽い。で、いい意味でその存在感がないんで、こう折りたたみね、こうパタッとできるタイプなので、M2 はね、そこまで発熱っていう問題はそんなにないんですけども、新しいものだとその放熱のためのその空気の穴みたいなのが裏に開いてまして、そういったところもいいかなっていうところ。質感に関してもかなりですね、ちょっとレザーっぽい感じはあるので、僕は黒色をつけてるんですけど、結構こういう色も合わさって非常に薄くていい感じかなと。M2 自体が結構薄めではあるんですけども、僕にピントが合っちゃうな。はい。こんな形で出して使って、この穴がね、やっぱりあるんで、非常にこれはやっぱ姿勢がかなりこう良くなるのでおすすめです。っていうかもう使ってください。2つ目としては信者の布です。いわゆるアップルのポリッシングクロスですね。画面拭きって言われるものなんですけども、質感としては結構いい。ちょっとね、今汚れちゃってるっていうのはあるんですけど、ちゃんとこのアップルロゴもね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ついてたりとかして、サイズ感的にはこのぐらいかな。で、折りたたんでこう使ってたり。ちょっと今もう汚れちゃってるんですけども、特にそのミッドナイトとかの場合だと、指紋がね、めちゃめちゃ目立つんですよ。これ前回動画でも言ったんですけども、非常におすすめかなと言いますね。で、特にやっぱ Mac ってこの開いたりね、閉じたりするときにここにめっちゃ指紋つかないですか。これが結構ね、こういったところをこのポリッシングクロスで、拭いたりすることで非常にこう綺麗に、はい。これアップル純正のものなんで、こういった僕、ディスプレイとかもね、やっぱちょっと高いものなので、こういったとこ拭いたりとかもしますね。今3000円ぐらいするのかな、2000。でもそれなりの価値はあるかなっていう、アップル好きなら結構買ってもいいかなっていうところですね。もちろんこのスマートフォンの画面とかもちろん拭けますし、これ最近で僕気づいたんですけど、このアップルリンゴマークがこれ表にあるんですけども、この表面じゃなくてその裏面、後ろ側で拭くっていうのが一応ちゃんとした拭き方らしくて、ちょっとなんか引っかかりあるなと思う時あったんですよね。てかめっちゃ綺麗になったな。こういうふうにスマホ自体ももうめっちゃ綺麗になるので、これは1枚持っててもいいかなと思います。はい。もちろんエレコムのなんかモワモワのやつとかもいいんですけど、ポリッシングクロスいいですよっていうところですね。何でも使えるんで。次、3つ目がですね、アンカーの 30W、これ充電器ですね。こちらもですね、めちゃめちゃ小さいのに高出力で 30W で、プラグですね。折りたたみプラグになってるので、もうこのまま使えると。これパープルですね。で、いろんなカラーがあるんで、このサイズ感ですからね。手のひらサイズで超小型なんですけど、そのやっぱカラーとかも豊富だし、デザインがそもそもいいっていうのもありますし、3.5 センチ四方でですね、折りたたみプラグなんでもうめちゃめちゃ小さいです。なのにこんだけちっちゃいのに30W 出力あるんで、もちろん M2MacBook、M1 ももちろんですし、iPad Pro とか、Android スマートフォンだったりとか Chromebook ぐらいはいけるのかな、パソコンだったら。はい。MacBook Pro はちょっときついかもしれないんですけど、充電できなくはないと思います。これ1個持っとけばほぼ
何でもできるんで、非常にいいかなっていうところ。ちょっとケーブルはまた後ほど説明するんですけど、で、最近、もう一個、非常にいいなと思ってるのが、このアンカーの521のパワーバンクですね。こちらもですね、さっきのに比べたらもちろんね、大きくはなるんですけど、充電器の中にモバイルバッテリーが内蔵されているタイプでございます。で、もちろん折りたたみプラグ、パチッとうるさくてすいません。で、2ポートですね。USB-C が2つついてます。で、ここを押すとモバイルバッテリー起動というかね。で、ランプが4つあって、それぞれ充電量が見えるのか ?25%、50、75、100%っていう感じで、めちゃめちゃいいなと思って最近持ち歩いたりしてるんですけども、現状でほぼ、最適化に近いようなモバイルバッテリーとか、1台2役なんですよね。つまり、お店に行った時に充電器としてブスってさしてね、使って、そのお店へ外出るときは、もうその時点でもう充電されてるじゃないですか。で、モバイルバッテリーとして外で持ち歩くと。で、45W の出力あるので、MacBook Air も、Pro もギリギリいけるかなっていうところ。容量は 5000mAh ぐらいなので、だいたい使ってみたら、だいたい20% 弱ぐらいは M2MacBook Air で回復するかなって。17、8%。そのバッテリーの微妙に状態によると思うんですけど、このぐらいのイメージですね。あと、これと一緒に使いたいケーブルみたいなところで言うと、僕の場合、今、アンカーのパワーライン3っていうのをね、使ってるんですけど、USB-C ケーブルですね。充電器とパワープルと合わせて使ってるというね、形ですね。で、曲げても絡まりづらいケーブルっていうか、ちょっとシリコンっぽい感じで、ここで止めて持ち運べたりもしますので、そうですね。こういう感じで使う感じか。カラー合わせてっていうのもありますし、100W まで対応してるので、このケーブル自体は普通にMacBook Pro とかも全然充電できますね。絡まないっていうのがいいかな。でも持ち運びとか考えると束ねたりできるやつっていうのは非常にいいかなって。あとそのデータ転送とか考えると、今僕は持ってないんですけど、今この USB-C の Thunderbolt 3、MacBook はその Thunderbolt 3っていう規格に対応してるので、非常にデータ転送とかが速い USB-C ケーブルになるんですけど、100W のね、フルスピード充電対応してたりとか、40Gbps なんで高速データ通信できるんですよね。高画質で結構スクリーンにね USB-C で、もし対応してるのであれば USB-C 端子で、4K とか 5K 出力もできるんで、これも結構いいかなっていう、このニマスのサンダーボルト3、これ2000円ぐらいだったと思うんで、これも1個持ってれば全然データ転送からもちろん充電もできるので非常にいいんじゃないかなと。続きましては5つ目ですね。4つ目か。SD カードリーダーですね。サテチのやつなんですけども、これもめちゃめちゃ使ってます。どうしても MacBook はね、ハブみたいなものが必要になるんですけども、USB-C しかついてないんで、めちゃめちゃまずデザインが非常にシンプルで、USB-C ケーブルでつなげるタイプですね。で、一応デュアルスロットになってまして、2つ入れるとこがあるんですよね。マイクロ SD と、マイクロ SD カード、ちっちゃいやつと大きいタイプのがあるんですけど、で、2ついけると。まずやっぱね、このデザインがもうめちゃめちゃシンプル。サテチっていうね、ブランドはやっぱ非常にデザインがいいんですけど、あと UHS-2 って規格に対応してまして、つまりその読み込みのスピードがもうほんと全然違うんですよ。UHS-1 っていうのと2っていうので、全然スピードが違うので、転送速度、そこが非常にいいかなっていうところで、最近この一緒に使ってるね、SD カードはサニーエストっていうのが、アルティメイトプロってやつで、この SD カードもUHS-2 っていうのに対応してるタイプがいいかなと思います。ちょっともちろん値段はね、張るんですけども、これが多分一番コスパがいいんじゃないかなっていうところはありますね。めちゃめちゃ早いです。やっぱ普通に。プログレードとか、そういうものよりはちょっとね、安いので、128GB で6000とか7000ぐらいだと思うんですけど、コストとパフォーマンスのバランスはいいんじゃないかなって。結構やっぱ高いものだとほんと1万、2万ぐらいあるんで、SD カード。カメラの連写とかもね、結構対応してたりするんで、いいかなと思います。続きまして、マウスですね。マウスは最近、やっぱこのロジクールの M575 っていうやっぱトラックボールなんですよね。やっぱこれめちゃめちゃね、使ったことある、ね、方はわかると思うんですけど、めっちゃいいんですよ。ボールをコロコロ回せばいいんで、そんなスペースがまずいらないっていうところで、そのカフェの動画でね、解説した時はもう狭い机でもコロコロくるくるっていうね、こうやればいいだけなんで、これがめちゃめちゃいいんですよね。よく言えばもうちょっとね、ちっちゃかったらいいかなっていうところ。持ち運びの面でね、コロ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 。ここで操作して、ここでボタンが2つ、ここもあるかな。はい、ここ今ちょっと後ろ動いてますけど、こういう感じで。で、Bluetooth でつなぐ感じですね。は電池で動かす、感じなんですけど、使うイメージですかね。普通は多分こう動かすと思うんですけど、マウスって。今トラックパッドも欲しいんですけどね。続きまして、ちょっとこれ意外かもしれないですけど、Apple Watch ですね。最近シリーズ7購入したんですけども、なんで Apple Watch かっていうと、Apple Watch があったら、その Macでも自動ロック解除っていうのができまして、もちろんこの指紋認証っていうのはね、
ついてるんですけども、いちいちこうタップすらしなくていいっていうね、自分が近づいたらこう自動的に解除してくれるっていうねものがありまして、これがめちゃ便利なんですよね。このアプローチぜひね持ってる方は Mac と連携しても設定ねあるんですけども、僕も最近ずっとアプローチでこうつけてるんで、近づくとブブブって勝手にロック解除してくるので、ぜひちょっと設定してみてほしいなと。システム設定っていうところからセキュリティとプライバシーっていうところの一般に Apple Watch でこの Mac のロックを解除するようにするっていう項目があるので、やってみてください。8つ目かな、AirPods Pro ですね。これはもう言うまでもないというか、AirPods Pro というかワイヤレスイヤホンかな。もちろん、これに、イヤホンジャックをね、ついてるので、普通にイヤホンでもいいんですけど、やっぱりそのワイヤレスの繋いでないというかね、この煩わしさがないっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いまして、AirPods Pro とかはカフェで作業するときは非常につけますし、自宅でもね、やっぱりこのつけると非常にこうフィーンって急に静かになるんで、めっちゃ集中できるんですよ。これも使ったことある方ってわかると思うんですけども、そういった場面から普通の例えばちょっと電車とかカフェとかそのガヤガヤねした時、そういった時ももちろん使えますし、逆にその外部の取り込みモードっていう逆に音を取り込みモードにするとつけてるんだけどそのなんかつけてないみたいな感覚になるので、いろんなその使い方ができるっていうところで、レビュー動画もあるんでちょっと見てほしいんですけど、それはそれでこの AirPods Pro もちょっと今第2世代でね新しいの出たやつをまた今レビュー動画準備してますので、僕の場合やっぱちょっとね耳がね痒くなる中のそのチップイヤーチップがちょっとやっぱシリコン製でずっとつけてると痒くなるっていう時があるんですけど、僕の場合そのコンプライ使ってイヤーピース使ってます。耳がね結構その痒くなる方にはおすすめでございまして、ちょっと潰すタイプですね。ちょっと耐久性がねやっぱりちょっとずっと使ってるとボロボロになっちゃう時もあるんですけど、ふわふわしてるタイプで耳に入れる。遮音性は高まるのかな、若干音質が下がるっていうね話もあるんですけども、試してもらいたいなっていうところで、やっぱりその Mac とかの連携とかも、iPhone で聞いてて近づくと接続しますかみたいなところが、自動その接続っていう機能があるんですけど、そこの連携面とかやっぱり考えると非常にいいかなっていう。あとそのアンカーの Life P3 とか Air2 Pro とかね、安い価格帯でもイヤホンっていうのいっぱいあるので、ぜひねワイヤレスイヤホンまだ使ったことないよって方は使ってみてほしいなと思います。特にノイキャンついてるのがいいかな。ノイズキャンセリングと外部の取り込みモードがもしついてるのがあればベストかなと。もう1万円以下でも全然いいのいっぱいありますんで、ちょっといくつか概要欄にもまとめておきますね。9個目10個目ちょっと忘れましたけども、最後前回も紹介しましたこのトポロジーのペーサーメッセンジャードライ。これはもう必須です、僕にとっては。Mac を快適にするというか、持ち運ぶ時に快適にするっていうねカバンなんですけども、この質感かな、トポロジーっていうねメーカーで、その都市の生活とちょっとそのアウトドアブランドみたいなところが合体で、ここがちょっと防水加工みたいになってて、これ一応カーキって色なんですけど、カラーがいろいろあって、このねサイズ感が非常に良くて、よいしょと MacBook が絶妙に入るんですよ。で結構ポケットも、あるんですよね。中にポケットあったりとかで、後ろにジップとかもあるので、背負った例えば状態、よいしょとかけた状態でも使いやすかったりとかありますね。ここも開けれるしすぐ。これで Macを入るっていうのが非常に大きくて、サクッとやっぱ外とか出たいなみたいな時に荷物も入るし、 MacBook も M1、M2、13インチ、14インチの MacBook Pro も入りますね。16インチはちょっと厳しいかもしれないですけど、あとやっぱり iPad とか入るんで、これで大体まとめていつも入れてるんですけど、そうコンパクトに見えるんだけど結構いろいろ入るし、デザイン性もなかなかね割とシンプルで良かったりするんで、非常におすすめですね。 M2 とパラフ君かな使ったりとか、トバログさんの動画が出たりとかもあったんで、これはマジで非常にいいですちなみに案件でも何でもない、勝手に僕が紹介してるだけ。ぜひその他のね今日ねいろいろ紹介したと思うんですけども、そういったものを入れて、MacBook Air ですね、13インチぐらいのパソコンだったら何でも入ると思うんで、今回紹介した概要欄に全部まとめてありますので、気になるものだけねチェックしてもらえればと思います。逆にこういったアクセサリーでいいのありますよみたいな、もっといいのあるよみたいな、お前知らねえのかみたいなあったらぜひコメントで教えてください。逆に僕がコメントで勉強になってるところねありますし、コメント欄見て、コメントして返してくれるみたいなこともね、僕も全部見るんですけど、他の人が返してくれるみたいなこともありますので、ぜひねコメントしてみてください。あとその M2MacBook Air、あと M1 もねしっかりレビューしてますので、非常にコストパフォーマンス高いパソコンになってます。そっちのレビューもぜひ見ていただいて、どういったものを買おうかなみたいなことも考えてもねいいんじゃないかなと思います。高評価とチャンネル登録お願いします。よかったら。でまた次回の動画でお会いしましょう。お会いできることを楽しみにしております。良い一日お過ごしください。バイバーイ。ということでアクセサリー、キーボードを忘れてたな紹介するの。
ただ、USB-C のハブ、結構ハブの問題みたいなとこもあるんですけども、その USB-C が2個しかないので、この USB-C ハブみたいなのね、使う。そういったのを1個持っといてもいいかなと思うんですけど、最近僕はやっぱりこの、基本あんまり SD カードぐらいしか使わないので、あとディスプレイもやっぱ USB-C で挿せるタイプにしているので、できる限りあんまり使わない方がいいかなと思いますけど、1個その USB-C ハブみたいなね、持っといてもいいかなと思います。一応持ってるんですけど、僕多分ライブ配信の時ぐらいかな、USB-A とかはもうほぼ使わないので、HDMI もそこまで使わないので、そういう人としてはプロのやっぱ14インチとかも検討してもいいかなと思いますけど、ただちょっとやっぱ重いんで、変えちゃったんですけどね。はい。またちょっとアクセサリー類もね、今回モフトからまた新しいのがね、出たんですよ。首吊りのやつが。これがね、これめっちゃいいわ。またこれは動画で出します。お楽しみに。iPhone のね、やつもあるんで、ぜひ。この質感がめっちゃいいんだよね。はい。ちょっとまたこれも紹介します。よし。